こんにちは、こうです。今日は前回動画で説明させていただいた通りに道場で空手の京二君がどんなことやってるのかっていうのを京二君とか言ったことねえだろ。っていうのをメンバーの皆さんに体験していただきながら解説しながらやっていただきたいと思います。じゃあ早速メンバーに入ってきていただきたいと思います。1人目、健太君。おっすごいやらせ感満載の。おっす。じゃあ2人目、佐野君。おっす。帯の縛り方がもう全然合ってない。縛れてない。最後の1名、田中。おっす。おっす。この4名でちょっとやりたいと思います。切られてるし。お願いします。まあ今から空手やるっていうことなんですけど、空手って言ってもなんか結構いろんな、極真とかいろいろあるんですけど、教授がやってるのはオリンピックで競技化した世間では伝統派空手って言われてるやつが教授君がやってる。なんで教授と教授君でやるとかじゃなくて、そのね、ちゃんと教授かどっちか統一しろよ。自分を食らってもいいけどじゃなくて、自分だけやってるっていう空手ですねを教授がやってました。今からそれをやりたいと思います。うっす。お願いします。じゃあ準備体操始めます。はい。1、2、3、4、佐野さんのジャブめっちゃ面白いですね。教授は今はね、総合ですごい活躍してて、体がベースってことで、体にいいとこが出せてるってとこがやっぱ3つあるかなと思ってて、1つ目が、ステップ、2つ目が飛び込み、3つ目が、距離感の作り方くらいかなと思います。ステップとか空手って、こうやってやって、飛び込みの練習してますよっていうのをこれからやりたいと思います。よろしくお願いします。空手って足スタンスが結構広いんですよ。総合の選手とか、キックボクシングとかの方って、結構近いんで、足のスタンスをこうやって広げる必要がないんですけど、空手はやっぱ距離作らなくちゃいけないんで、相手に攻撃食らうかもしれないんで、結局動きやすいように足をこうやって広げてるんですけど、この状態からしっかり上下にこうやって動けるようにします。今はこう体を正面向けるんじゃなくて、ちょっと体を開いてる方のが多いです。実際教授もそうだと思います。こっちのが動きやすいです。で足がこうやって動きやすいように上下にしっかり膝も常にこうやってステップが飛べるようになってますから。でこうした方がこうやって足止めて踏むよりは重力というか反発力が使えるんで、このグッて下に溜まった時の反発力を使って前に行きます。教授もこれだけじゃないんですけど、簡単に言ったら踏んでたらその分この反動を使って前に行けるよっていう仕組みになってます。とりあえずじゃあ構えからやってみましょうかね。みたいなね。基本的には利き手、自分の右手の人は後ろの手、左利きの人はこういう形。右がこっち、左がこっち。足の利き足は関係ないんですか？利き足は関係あるっちゃあるんですけど、基本手に合わせてる人が多いかなと思います。でもそれが絶対っていうわけじゃなくて、僕は右利きですけど左利きです。構えを一番やりやすいのは、足のつま先をちょい内側に入れて、足をこう横、こういう感じで、肩幅よりちょっと広いぐらいで膝ちょい曲げでかかとを浮かす。でもこれは立ち方は人それぞれですよ。だから要は反復横跳びとか野球の選手とかがリード走塁する時とかこうやって前に出るじゃないですか。野球の選手ってこうやってこっち向きながらこうやってやんないじゃないですか。これで足の横をグッて蹴りやすいように、踏ん張りが効くように横に向けてるんで、なるべくそれに横にちょっと後ろ足を向けてっていう感じですね。それちょっとやってみましょうかね。構えちょっと上げて、後ろの手を水月っていうこのね、そう水落ちの前でもうちょっと前し、そういいっすね。道着が悪いかな。でその時にステップ踏む時にその場でこうやって踏むのと、足をこうやって前後に動かさなきゃいけないんで、その時にこうやって足だけになっちゃダメだ。上半身も一緒にしっかりついて
でこのこれついてるじゃないですか。一番ベーシックな技をやります。京次君はまあ総合とかでは使わないんですけど、刻みつきって言って前の手でジャブ。そうボクシングでいうジャブみたいなのやってこれですこれが刻みっていう技です。前の手で相手の顔に向かってついてあげる。何が特徴かって言ったらさっきも言ったんですけど、キックとかの人はこの距離で勝負するんですけど、空手はこの距離からでもここまで体と足使ってこの距離から1回で前にいきます。で後ろの手が逆にいきます。逆突き。この逆突きがうまいです。上手。なかなか特殊な出し方しますけど。ジャンプしてそうです。でこの時にまず足をこういうそうでこれできます。この状態からステップ踏まない状態でこうやってそうピッてこの状態からそうでお尻がこうやってならないように、それを後ろ足を蹴ってこれを前足を遠くに持ってってこうやってついてるんです。どういうねそんな感じです。マジでおおブランコありありですね。やばいね。おお感じです。前足をこの時にしっかり早く出したり。これ俺は後ろ足上げないけど、どまあ人によってそれも違いますよ。いっぱい出すけど遅く地面につくと遅くなっちゃうんです。これを足出した時にマットに早く作るようにすると早くいけるように。そう1、2、3。これが京次君が距離が遠い。そうですで、先ほど言ってた3つ、ステップ、飛び込み、距離感の作り方っていうのはもう全部3つとも多分リンクしてて、ステップを踏んでるからこそ踏み込み、中に飛び込める。で、飛び込めるからこそより遠くから安全圏に入れるっていうのが3つともちゃんとリンクしてて、それを最大限に利用するかなと思います。でもこれなんでじゃあみんな真似しないかっていうと、多分めっちゃ疲れるからなんですよ。ずっとこうやってやってるとめっちゃ疲れるじゃないですか。かなり特殊ですね。真似しようと思って真似できるんじゃないかなと。蹴りとかにも蹴りはないんですか？蹴り空手とじゃあ統合とかキックとかの違い、僕が思うんですよ。僕空手しかやったことないから。空手のキックってこうやって膝畳むんですよ。統合の蹴りってこう来て足伸ばしが流れとか結構多いですよね。こうやって体の蹴りは膝こうやって抱えて引き足が取れる。空手ってバン当てちゃダメなんで、あくまで寸胴なので膝下が使えるように膝畳んで膝下をうまく利用して、やっぱちょっと軽くなっちゃうんですよね。だから今日じゃ軽くならないようにそういう蹴り方はしてないですけど。で一番簡単なのが足の力だけでこうやってやっちゃうとサッカーボールキックみたいになっちゃうから、この反発力地面の反発力使って簡単なのは前足こうそうでこれで足を上げた時にこの弦をそう今度蹴るのかそういう感じで1、2、3 1は決めるんですか？そうおおいいっすね。素晴らしいです。ディフェンスでどうやってる？ディフェンスはこれ足ですよ。足基本はあれディフェンスする感じですか？前とあとは手をこれこうじゃなくてボクシングの人はこうやって遠くでこうやって入れてあげる。来たのをまあでも健太もこうも多分
現役の時よりはもう全然スピードも落ちてますね。うん。最終的に田中出てきて一番弱そうだな。同じような動きはできるかもしれないけど、やっぱオリジナル感が強すぎて真似できないですね、あれは。京次君っていちごクラブ何年間ぐらい通ってたんですか？何年かね、中学からだから短いですけどね、でもやっぱ練習量がとんでもなかったんで、めちゃくちゃ伸びましたね。他の選手と比べて強いところっていうのは特徴みたいな特徴？危機管理能力じゃないですか。危機管理能力。要はここで危ないっていうところ、これ以上言ったら危ないっていうところを気づくのが早い。危険察知能力が高い。当時から才能っすね。めちゃくちゃ磨きはかかってますけど、経験値もありますね。それ一番のはそこだと思う。また試合構成がうまいっすね、やっぱね。はい、今河の空手教室を見終わりました。空手やってて自分が総合に役に立ったなってところは、自分ちっちゃいんですけど、ちっちゃくてでかい相手を倒すためのその距離感がもう空手で培ってたので、まあより普通のキックとかやってる人より遠くて、まあ、そこから飛び込んでうまくでかい相手を倒せてたっていうところですかね。まあ、あとはそのまだ空手っていう分野がそんなにみんな知ってるってほど多分そんな知らないと思うんですよね。もう今は結構広まってきましたけど、その当時はそんなにまだみんな知らなくて、なんか結構面食らってた部分があると思います。はい、それで自分は空手をうまくそこでアジャストできたなと思ってます。でまあやっぱり自分はあそこから空手ベースから MMA にアジャストさせるように練習で考えながらやってきたんですけど、やっぱり一番最初は自分がもともと寸止めやってたんでちょっと当てるのが難しかったりとか、やっぱり寝技が空手ないんで寝技のアジャストだったりとかが、まあ、すごい最初難しかったですけど、半年ぐらいちゃんとまあ違う空手以外のこともやって、ボクシングとか、まあ、レスリングとか柔術とか全部やって半年ぐらいでは、まあ、やっと形になってきたかなっていう感じでしたね。やっと総合の自分のスタイルがこういう感じかなっていうのが、まあ、見つかってきたっていうか、まあそれなんで、まあ、やっぱり何でも上達するには考えないと上手くなったりいい成績が残せないんだろうなと自分は常々思ってました。動画今さっきこうとか健太とかの動きを見て、やっぱりちょっと現役時代よりは全然動けなくなってるなっていう、やっぱちょっと重いなっていうのが思いますね。であとはこうはさすがいちごグラブの館長やってるんで、まあ教え方もすごい上達しているなと思いましたね。昔はまあ全然教えられなかったので、まあ、ちょっと上達してたなと思いましたね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。京次君がやってる空手ってこういうもんなんで、まあこれだけじゃないですけど軽くみんなにちょっとやっていただけたかなと思います。動画が好評だったらまた第2弾とやらせていただけたらなと思います。京次君が日本いるときに一緒にやるのとかもちょっと撮ってみたいですね。面白そうです。それもいいかもしれないですね。京次君が来た時にぜひやれるようになりましょう。はい。その時までみんな鍛えてもらって。そうですね。これ言っちゃっていいんですか？はい。これこの動画が良かったと思う方はグッドボタン、悪かったと思う方はバッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。じゃあ皆さんまたねー。またね。またねー。